こんにちは、包丁職人のパーカーくんです。今回は N690 と 440C のステンレス鋼同士のダマスカス鋼材を使って先丸太小引尺を作りたいと思います。この模様のダマスカス鋼材は使ったことがないので、どんな感じになるのか楽しみです。最初に鋼材に包丁の形を写し取ります。余分な部分をざっくり切り取ったので、60番のベルトで外周を整えます。外周が整いました。焼き入れの時に吊るす用の穴を開けます。これから焼き入れに出します。焼き入れから帰ってきました。ビッカースコードで794、HRC に換算するとだいたい64くらいです。ビッカース800で HRC64 くらいです。60番のベルトで裏面を作っていきます。和包丁は裏面が一番大事なので、ここでバッチリ作っておきます。裏付きが綺麗に作れていないと、砥石で裏押しをした時に当たらない部分ができてしまったり、ラインがガタガタになっちゃったりします。裏面ができました。60番のベルトでキラと切れ刃を作っていきます。キラと切れ刃を交互に削って計算で出した数値にします。荒研ぎが終わりました。模様が気になるので一旦模様出ししてみます。この醤油みたいな液体は塩化第二鉄です。平面は大きな丸模様が出て、切れ刃は波模様が出ています。角度が違うと出る模様が違います。次は120番で荒研ぎの傷を消します。裏面はこんな感じです。模様出ししなくても光にかざすとある程度模様が見えますね。今回は特殊な焼き入れをしたので高度が高くなりました。240番で120番の傷を消します。このダマスカスはステンレス鋼にしては傷が消しやすくてやりやすいです。
400番で240番の傷を消します。ここから磨きの作業になります。いなくなっている時は包丁を冷やしています。高度が下がらないようにこまめに冷やしています。600番で400番の傷を消します。この後は同じ工程が続くので、この辺でジャンプ。下地の研ぎが終わりました。表面としのぎはこんな感じです。峰と顎を磨いていきます。包丁の背側の部分が峰です。峰は長時間指を乗せた時に痛くないように、慎重に角を丸めながら形が崩れないように磨いていきます。顎も指をかけた時に痛くないように、細く切ったベルトで角を取りながら形が崩れないように磨いていきます。ここから手で磨いていきます。耐水ペーパーの1000番と2000番を使って磨いていきます。当て木に巻いて磨いていきます。ピンク色の液体は研磨補助剤です。バフで鏡面にしていきます。数種類の研磨剤を使って鏡面にしています。当てない部分は余計な傷が入らないようにマスキングテープで保護しています。絵を作っていきます。上部に黒い樹脂、金属と金属の間に模様入りの黒い樹脂、主体となる部分に黒い樹脂、下の部分に黒い樹脂、金属を3枚使います。フライス板で黒い樹脂の平面をざっくり出します。黒い樹脂に穴を開けます。
金属をカットします。金属の間に入る黒い樹脂をカットします。この樹脂はスライス板で削ると欠けることがあるので、削って厚みを調整します。こんな感じで模様が入っています。ボディの黒い樹脂をカットします。スライス板で黒い樹脂の平面をざっくり出します。黒い樹脂に穴を開けます。材料が揃ったので接着中です。固まったので四角に成形します。金属が入っている場合は摩擦で熱くならないように少しずつ削っていきます。四角になったので八角に形を整えます。八角になりました。
220番で60番の傷を消します。400番で220番の傷を消していきます。ここから磨きの作業になります。あとは同じ作業なのでバフ終わりまでジャンプ。バフが終わりました。刃付けをしていきます。2000番の砥石から研いでいきます。虹色に見えるのは防水塗料です。砥石は面直し済みです。このダマスカス鋼材は砥石のかかりが良くて比較的研ぎやすいです。5000番の砥石でさらに刃を細かくしていきます。8000番の砥石で裏押ししていきます。まずは面直しをしていきます。メロンパンみたいな模様を描いて、すべて消えたら平らになった証拠です。最後に12000番の砥石で仕上げます。刃付けが終わりました。完成しました。表面にダマスカスが浮かび上がるような仕上げにしました。このダマスカス鋼材は模様がめっちゃ面白いですね。今回は先丸タコ引きを作ってみました。動画で作った包丁は後でメンテナンスをする場合があるので動画では絵付けをしません。絵付けをすると隙間はなくなります。
裏押しはすごく細いので動画ではほとんど映らないですね。峰と顎も鏡面仕上げです。絵は黒い樹脂を主体に黒で揃えました。金属と金属の間に模様入りの黒い樹脂を使ってアクセントにしました。金属は3本入れました。完全に鏡面にすると拭いただけで傷だらけになるので縦のラインを入れています。試し切りをしていきます。絵は汚れると嫌なのでつけずに試し切りをします。切れ味と食いつきがいいです。このダマスカス鋼材は見た目の模様も面白いし、切れ味良くてステンレス鋼材にしては研ぎやすいです。見た目と実用性があるのでいい鋼材ですね。唯一の欠点としては鋼材の価格が高いことですね。最後まで見てくれてありがとうございました。良ければチャンネル登録と高評価お願いします。インスタグラムとツイッターでオークションに出品予定なども投稿しているので、よかったらフォローしてくれると嬉しいです。